行っちゃったね。やっぱり見送りに来てよかったな。言いたいことも全部言えてすっきりした気がする。小羽ってばバシって言っててかっこよかったよ。そうかな。ま、お前にしちゃ上出来だったんじゃねえか。あ、言ったからには超えなければな。だね。よーし頑張ろう。にしても学校サボっちゃったね。ああ、今頃は英語の小テストをやっている頃だろうか。なんかそわそわしてるね、トウヤ。私はちょっとわかるかも。罪悪感っていうか、私だけ休んじゃって学校のみんなに悪いなって。そうか。別に問題ねえだろ、一日くらい。いや、問題はあるだろう。特に秋と白石、2人は出なかった分自習で取り戻せるのか。それは。まあそのことはいいじゃん。まったく。でも今日学校サボっちゃったことお母さんとお父さんにはちゃんと話さなくちゃな。話した後大変かもだけど。まあ、お前の家はだいぶ叱られそうだな。もう練習に参加しちゃダメって言われちゃったらどうしよう。その時は私たちも一緒に謝るよ。ああ、そうだな。もしもの時は俺たちも協力する。だがあずさわも譲れないものがあってここに来たんだ。だから怒られはしても、さっきのようにまっすぐ思いを伝えればきっと分かってもらえるんじゃないだろうか。帰ったらちゃんと話してみる。それよりこの後はどうする？もう今から学校戻っても授業には間に合わねえしな。やるならあっちで。それならウィーケンドガレージに行くのはどう？いいの？おじさんにズバッと言ったことをちょっと父さんにも話したいしね。そういえば最近は世界で集まってばかりでケンさんのところにも顔を出せていなかったしな。それじゃあ行こう。ただいまー。ってあれ、なんかお店の中がすっきりして。あ、本当だ。これって父さん、外の看板オープンのままだったけどどうしたの？まあ、しまった。看板を戻し忘れてたか。しかしお前たちもう帰りか。学校帰りにしちゃ少し早いんじゃないか。さては。ごめんなさい。実は私がみんなに話してタイガさんの見送りに行ってきたんです。ジョーちゃんが？小羽は悪くないよ。私がそれいいねって乗ったんだし。ごめん、勝手に休んじゃって。まったく、学生の本分は学業だろうが。しかしやっちまったもんは仕方ない。お前らにも譲れないものがあるだろうしな。ただこういうことはちゃんと話を通してからやれ。理由があるなら頭ごなしに反対したりはしない。
わかった。言っておくが、お前たちもだぞ。それでさ、父さん、お店の椅子と机、ずいぶん減ってる気がするんだけど。ああ、店を整理しててな。今カップをまとめてたところだ。整理ですか？そうだ。この店を一時休業することにした。休業？なんでまた。お前たちラッドウィーケンドを超えるんだろう。なら俺も手伝おう。お前たちが覚悟を決めたんだ。ならこっちも本腰入れるのが筋ってもんだろう。それがこれまで真実を隠してきた俺なりのけじめだ。それにこれは俺自身のためでもある。あの日凪が未来に託した夢がこの町でどう育っていくのか、それを俺自身も見たいんだ。ってわけでしばらくこの店は閉めることにしたわけだ。まあモーニングとランチだけ営業するのも考えたが中途半端からじゃねえ。しばらく全面休業だな。でも母さんは。ちゃんと母さんとも話し合ってる。この件はずっと気にしてたからな。さっさとけじめをつけろと言ってくれた。現役時代の蓄えもある。しばらく店閉めたとしても食いっぱぐれることもね。それに俺も本業はプレイヤーだ。人に教えるってことには慣れてね。使える時間は全部使う覚悟でいかねえとな。本気なの？父さん。俺はここで俺が教えられる全てをお前たちに叩き込む。つまりこれから俺の持つ全てをお前たちにかけさせてほしいんだ。ただしやるなら歌も体作りも容赦なしだ。毎日血ヘドを吐くくらいやってもらう。どうだ、やるか？ケンさんが俺たちに？そんなの答えなんて一つしかねえ。ああ、迷う余地はない。望むところだよ父さん。決まりだな。今日をもってこの店は休業だ。この場所でウィーケンドガレージからまた始まるんだ。あんちゃんのお父さんがあんなこと言うくらいだから練習きっとすごく厳しいんだろうな。もしかしたら怖くて逃げ出したくなっちゃうくらい。でも私このお店に入って本当にいいのかな。またあの歌を聴きに行くって決めたんだから。だから開けなくちゃ。今までも怖いって思うことはたくさんあった。
れでも勇気を出して扉を開けてみたら、見たことのない景色がたくさんあって、その先にはいつも嬉しいことがあった。だから怖くても前に進んでよかったって思えたんだ。だから大丈夫だって、ミクちゃんたちが教えてくれた。小羽は本当に変わったね。小羽にはシンガーとしてのプライドが生まれてたんだよ。今はこの悔しさが私を支えてくれる。私は前に進める。みんなと超えるんだ。すごく高い壁だけど、みんなとなら。小羽、何あんちゃん。ただすっごく気合入ってるなって。じゃあやろう。私たちで絶対ラッドウィーケンドを超えよこんなにドキドキすること他にないだろうな。あの日、この通りで迷った日、このお店に来て本当に良かった。あんちゃんの歌を聴いてドキドキしたこの場所からもう一度始めよう。みんな頑張ろうね。